皆さんこんにちは、ほのかです。ちょっと家で撮るのは久々なので緊張するんですけど、今日はツイッターの方に質問だったりっていうのがたまに届いたりするんですね。なので、それについて質問について答えられたらなっていうので動画を撮りました。いつもほのかさんのツイートを見て楽しんでおります。カナダの、コープ留学に興味があるためいくつか質問させていただきたいです。なんかこの方は本当に長文でメッセージを送ってくださったので、それについて私もなんか具体的な質問だと結構こっち側も具体的に答えられるかなって思うので、本当にその人の背景だったりとかによって全然多分ね回答の仕方って違うと思いますし、いろんな意見があると思うので、私の意見は一個人の意見だと思って絶対そうであるべきとかっていうのではないので、ただのこの私の意見っていうので、この動画を見ていただければと思います。はい、で人生の選択肢を増やすために留学とプロフィールに書いてありますが、具体的にどのように選択肢を増やしたかったのでしょうか。当時留学前に思い描いていたイメージと、実際留学を経験してみてどのように人生の選択肢が、増えたか、教えていただきたいです。はい。ちょっとまだこれ質問続くんですけど、まずどのように選択肢を増やしたかったのでしょうかっていうのは、とりあえずなんか日本っていう国にずっと住んでいて、で私の場合は、日本で、商社の貿易の部署にいたので、もちろん、クライアントが海外っていうこともあったんですね。なのでその中で、で短期の留学とかもしてたんですよ、オーストラリアに行って。だからその短期の留学経験っていうのがあったので、長期で住んでみたらどういうふうに自分の感覚って変わるんだろうっていうふうに興味があったので、この質問の答えでいきますと、単純に日本で住むっていう選択肢以外にも海外で住むっていう選択肢っていうことをまず増やしたかったっていうのがあるんですよね。そう、単純にこうずっと日本だけ、見ていて、日本がいいって思うのか、そうやって海外っていうのを見て、こうチョイスできる、自分が選択できる人生にしていきたいなって思ったので、それは進む以外にも多分いろいろ選択肢ってあると思うんですけど、なんか単純になんかここしかないって思ってそれを選ぶのと、やっぱいくつかの選択肢の中から自分が選ぶのって違うなって思ったので、そういう意味で選択肢が増えたっていうことになりますね。はい。実際どのように人生の選択肢が増えていったか、そうですね、私の場合で言うと業界のチェンジはしてないので、どのように変わっていったのか、これ難しいな。なんだろうな。どのように人生の、それ1が10になるわけじゃないので、でも思い描いてたイメージと実際留学経験して、でもその長期で住むことがなかったので、例えば私だったら食ね、こう生きていくために食ってめちゃくちゃ大事だと思うんですけど、アジアのスーパーとかが近くになくて、そのアジアの調味料とかが手に入れれなかったら多分長期で住むみたいなのができないと思うんですよね。私の場合その人生の選択肢で、長く住みたいっていう感じだったんですね。今そのお仕事的にどういう風になるのか分かんないんですけど、例えば半年日本に住んで半年海外に住んでみたいなことがこうできるかもしれないじゃないですか。今このコロナでリモートのあれとかリモートワークっていうのが進んでるので、パソコン一つで仕事ができるっていう風になったら、実現不可能じゃなくて今そういう時代に突入してきているなって思いますし、そうだから単純になんか、海外に住んだら海外に住む、例えば2年住んで2年日本に行くとか、家族が日本にいるのでとかっていうのでも全然いいというか、その選択肢が増えてるなって思うので、どのように人生の選択肢が変わっていったのか。でもなんか仕事もちょっと絡んできちゃうんですけど、私の場合一つの会社しか経験してなかったので、もう他の会社とかって見れないじゃないですか。なので、実際に働くっていう部分を切り取ったとしても、日本で私3年半ぐらい働いてるんですけど、でカナダでも働くっていうことの比較もできて、自分にどっちが合うかって多分やってみないと分からないと思うんですよね。やってみて初めてその選択肢の一つとして生まれるなって思うので、そういう形でなんか、なのでその食の文化を食のことだったり、仕事の面だったりっていうのを、見ながら、一つの海外に住むっていう選択肢が今は見えてきたって感じですね。昔はその多分食のことで限界が来るだろうとかそういうふうに考えてたんですけど、
そうでもないので、そう一つとして生まれたって感じですね今は。1年ぐらいカナダに住んでみて、はい。社会人がコープ留学することによって一旦、自分のキャリアを、考え直せ、キャリアリセットできたり新しいことを学べ挑戦することができるのではないかと考えております。一方キャリアが途絶えるリスクがあるとも捉えています。この考え方が合っているかどうか、また具体的にコープを通じてどのような変化があったか知りたいためこの質問をさせていただきました。そうですね、実際コープでどのコースを取るかっていうのがまずありますよね。ホスピタリティ、ビジネス、あと今ですと、デジタルマーケティングっていうのもあって、ありますよね。で、新しいことを学び挑戦することができる。確かに新しいことを学べて挑戦できるので、結論から言うと、その人次第なんですけど、全てはこの挑戦できる。確かにキャリアチェンジするっていうこともできますよね。日本での経験があって、それでキャリアチェンジしてコープで違うものを学んで、学生としてお金を払って学んでいるので、新しい業界にチャレンジするっていうのも一つだと思いますし、でもやっぱり海外というか、私カナダでしか経験してないので、そのジョブハンティングを。なのでカナダでのお話になっちゃうんですけど、やっぱり経験ベースが多いと思うんですね。募集要項とかね、もうこうインディードとかで結構見たりしてるんですけど、なんかやっぱこのぐらいの、例えば何とかの業界で2年以上経験がある人だったりとか、あとちょっと日系だと日本での、就労経験が、何年以上あったりとか、多分メールの打ち方とかそういう初歩的なことですよね。ビジネスのメールの打ち方、名刺の渡し方とか、そういうことはやっぱ新卒だと、日本の企業って多分どこも教えてくれると思うんですよね、新入社員に。なのでそうですね。一方キャリアが確かに途絶えることはあるかもしれないですね。だからその業界の経験を生かしてその似たようなコースを選んで、そこでまた、仕事を探すっていう、私はそんな感じですよね。もともとその商社の貿易で働いてて、で、そこから、ビジネスっていうコースを取って、でそれでこっちもカナダでもそのビジネスをメインとした、お仕事、オフィスワークの仕事をずっと探してたので、っていうのもあります。でいう方もいますし、その普通に日本で経験していて業界そのチェンジしてこっちでその新しいのってでも結構険しいと思うんですよね。どれだけそのスキルだったりっていうのをアピールしなきゃいけないので、会社に。なので経験がないってなったら、その勉強をしました。勉強するのは当たり前ですよね。お金もらってお仕事するので。なのでそれプラス自分がどういうふうにその会社になんて言うんでしょう、貢献できるかどうか、経験以外を求めるってなると、それは自分でひねり出して出すしかないと思うんですけど、でも何でもいいと思うんですよね。別にコミュニケーション能力が高くてこういうことが、前職でできました。なのでこういうことを、この分かんないですけど、その円滑に進むために円滑に業務が進めることができますっていうのも一つですし、自分がアピールできればぶっちゃけ何でもいいなって思っているので、その経験が全てってわけじゃないですけど、経験があるとやっぱ伝えやすいよねっていうのは、実際にカナダで就職活動してて思いましたね。